Missing someone without you. こんにちは、みるです。今日は人生で初めてのルームツアーを今からしていこうと思います。今まで堅くなにやってこなかったルームツアーをなぜこのタイミングでやるのかっていうね、理由とかは最後にお話をしているので、ぜひ私のうち最後まで楽しんでいってくれたら嬉しいです。では早速紹介していきます。ではルームツアースタート。まずね、この扉を開けたら私のメインの部屋に入っていきます。一周すると、ここに私のいつものスペースがあって、ここにベッド、で、ここに食器棚と、こっちがお菓子作るところ。でね、ここがデスクになります。ただいまーってなった景色が、ここです。こっちから紹介していきます。で、まず、このね、一番手前の扉を開けると、洗濯機が入ってます。こんな感じ。何の変哲もない洗濯機ですね。この洗濯機はヤマダセレクトっていうやつで、ヤマダ電機にある一番安いやつを買いました。洗えればいいやと思ってね、安いやつで OK です。横にはこのね、100均で買ったフックがついていて、ここにバスタオルとかをかけてます。もう意地でも洗濯物を畳んでやらないぞっていう意志がここに垣間見えますね。で、前までね、ここにもう一個ついてたんだけど、ちょっと取れちゃいました。粘着部分取っておこう。オッケー。横には100均で買った磁石にこんな感じでハンガー吊るしてます。乾いた洗濯物をお風呂場でね乾かす用のハンガーです。でね、この端に体重計があります。でもほんと紹介するまでもないんですけど、コロコロ、ダウニー、あと柔軟剤、リセッシュ、歌マロ、あとはアタックですね。下に全部柔軟剤系を置いてます。ここが洗濯ネット入れ。このメッシュのポーチは雑貨屋さんで買ったんですけど、安くなってて、スヌーピーもね買えばよかったって思った。チャーリー・ブラウンこんな感じで洗濯機が入っていて、上が収納になってるんですけど、ここの収納がインナーとか下着とか靴下とかを入れてます。問題は一番上なんですけど、ここがねエコバッグとかを入れていて、であとはバッグ、お気に入りのバッグ、アンミルでしょ。あとビックルハンディの取り替え用が入ってたりします。これが洗面所とかで使ってたヒーターですね。もう熱くなってきたのでしまいました。でこんな感じでギューギュー。洗濯機とかを隠せるのはすごく生活感がなくなっていいなって思います。今ここを開けたので、次ここを開けますね。ちょっとお友達が邪魔して完全には開かないんですけど、ここがお洋服が入っているクローゼットになります。こんな感じ上のこの収納力があるとは言えないバッグブースここがパジャマで、トップスですね。アンミルのパーカーとかかさばる系を入れていて、このケース自体は無印良品で買ったものを使って4段使ってます。なんでここにもねタンス置かないのかっていうと、アウターの長い丈のものをねここに置きたくて、ここからハンガー吊るして折れないようにしてるって感じです。私ねアウター大好きなので、こんな感じでね年中かけてるんですけど、このハンガーは IKEA で購入しました。スカート信者の私が愛用しているこのねスカートラック、私スカートたくさん持っているので、こういうスカートラックも IKEA で買いました。一つで4枚スカートがかけられるのがすごくおすすめです。ボトムはね2枚しかない。この端にかかっているこのねティーナ・ジョジュンのトートバッグと、ティーナ・ジョジュンのトートバッグなんですけど、この中にはアンミルのパソコンケースとか去年の冬のトートバッグ入れてたりで、形がしっかりしていないトートバッグ系はこういうバッグにまとめてます。で使う時はここから出すって感じで、問題のバッグゾーンですね。でこれはねちょっとの間着てないお洋服なのであんまり出すことはないんですけど、ここに1段入れていて、あとは全部バッグです。これはもともとついていて、かなり奥行きがあるので手前にね使うものだけを入れてます。バッグをこうやって2段重ねて入れてたりします。なんか結構ね私の身長の目線がここで、手を伸ばしてもここぐらいしか届かないので、結構ね大雑把にポンって入れてますでね、この 3COINS で買ったこの取っ手がついている収納なんですけど、ここにベルトとかニット帽を入れて収納してます。こんな感じ、こうやって押し込んでる。いつも
最近気づいたんですけど、バッグがねすごい好きなので、今度ねまとめて紹介できたらいいなって思ってます。はい、ではまたね。言うの忘れてた。お洋服はここに入りきる分しかないです。衣替えもしないし、いらなくなったお洋服とかは捨てちゃってますね。こんな感じ。またね。バイバイ。次がこのリビングスペースっていうのかな、見るの YouTube でもよく映る光景の場所ですね。このねマネキンはなんでお家にいるんですかってよくご質問いただくんですけど、アパレルブランドを始めてからね、私以外の誰かが着ている様子がね欲しいなと思って買ったマネキンです。これはねどこで買ったんだっけな、でもね楽天とかそういうところで買ったんですけど、だいたい値段が8万円ぐらいしましたね。このお友達めっちゃ高かったみんなのためになるんだったら買いたいなと思ってこんな感じで買いました。たまにねリールで出てきたりします。でその次が葉っぱ取れちゃったこれね造花なんで取れちゃうんですよ。でいつも持ち運ぶ時もこの茎とか持って持ち運ぶんでよく抜けちゃいます。このマネキンのね手前にあるこのラックらしき何かなんですけど、これはもともと間接照明だったものです。暖色のライトがつくんだけど、このライトコンセントが近くになくて今の現状使えないんですよ私。だからねラックにしちゃった。ハンガーで帰ってきた時のアウターかけたりとか、よく着るお洋服かけたりとかしてます。このラックどこのですかってよく聞かれるんですけど、 IKEA の間接照明です。このねちょっと温かみのあるゴールドがねすごい可愛くてお気に入り。この下に決まってるんだけど、じゃーん、これはね IKEA で買った鏡です。これもねお洋服の撮影するように買いました私の造花ちゃんは IKEA で購入しました。土も作られたものなので、私みたいにねズボラな葉っぱ育てられない系はめっちゃいいと思います。あるだけでなんか華やかになるからすごくいいと思う。で家の質問の中で結構トップに来るぐらい質問の多いこのソファーですね。このソファーは B カンパニーっていう会社のものです。この編み地も自分で決められて、私は 2.5 人掛けのものを買いました。これもいくらぐらいだったっけな、11万。わかんない。でもね結構高かった思い出がありますね。布系のソファーがあんまり好きじゃないので、こういうレザー系を買いました。もうこうやって水ついてもこうやってスッて弾くやつ。お手洗いじゃない、なんだっけ、お手入れもねめっちゃ簡単で、こっちのサイドにねポケットがあるので、プロジェクターのリモコン入れてたり、ここでいつも生活してるんで、こういうね充電器系とかもここに全部入れてます。このねソファーの上に飾ってある絵なんですけど、去年の5月ちょうど1年前ぐらいに、開催させていただいたポップアップでね飾った絵たちです。持って帰っていいよって言ってくださったんで、お気に入りの3つ色バランスを見て持って帰ってきました。これがマーメイドケーキで、これがラブリーロールケーキ、これがツリーモンブランですね。このね絵が来てからね見るのリビングがすごい鮮やかになってめっちゃお気に入りです。このクッションカバーはシーインで購入しました。こっちのクッションカバーは IKEA です。この机もねすごく質問が多かったんですけど、めっちゃ可愛いよね。この机は新居に来た段階で購入したんですけど、5万円から8万円の間ぐらいで購入しました。なんて言うんだろう、こういう素材、このねデザインがすごいね韓国チックで可愛いなと思って一目惚れで購入しました。私の机の上見て、これほら赤くなってたりとか茶色くなってたりするんだけど、すぐねシミがついちゃうから、何かねコーティングしといた方が良かったなっていうのが一つ反省点であります。このお家に引っ越してきた時の今年の私のカラーがアプリコットカラーとホワイトとグリーンの3つなんですね。そのね私の今年のカラーの3色に従ってこういう家具の色バランスになりました。やっぱり何年経ってもこのレイアウトは大好きだし、ずっと変わってないので、好みでねアイテムを買うのはすごくいいなって思いました。このねスクエアのカーペットは裏に滑り止めがついてるので、動くストレスがなくてめちゃめちゃいいです。これは本当におすすめで、遠くから見るとこんな感じです。こことここの隙間が空いてて生活の通路になってますでこの端にあったのが撮影に使っている機材たちですね。123台あるうちの3台ともねどこかしら壊れてるんですけど、意地でも使ってます主にお菓子作りする時に使うことが多いです。はい、このリビングを抜けてこ
こが私の寝室です。何から紹介しようかな。まず構成として全部 IKEA で成り立ってます。奥の収納、ベッド、タンス全部小学4年生から使っているので、年数的に言うと13年ぐらい使ってます。使いすぎ。小4から22歳までずっとここで育ってる。このタンスはね、さっきも言ったんですけど IKEA で購入したものです。この3つの引き出しとか、こういう編み地になってるねボックスも全て IKEA で買いました。ね、なんかわかんないけどね、この1ブースだけね買ってなくて、ちょっとごちゃごちゃしちゃってるんだけど、全部 IKEA で揃います。めっちゃお気に入り。一番のお気に入りスペースから見ていきます。コーナー開けるとすごいね、いい香りがします。マイメロちゃんが倒れてる。ここは私が家に出るときに必ず寄る場所です。最近使っている香水がこの洋梨の香りでめっちゃいいんですよ。で、あとはね、もう紹介したことあるんだけど、ディオールとかロエベ、友達からいただいたものだったり、前までね、香水が苦手だったんですけど、やっぱ人間って成長するもので、今は大好きです。で、この下がアクセサリー類ですね。これがアンミルリボンで、これがサングラス。もう当分使ってないですね。で、ここに入っているのが、声かけてくれた視聴者さんに配るアンミルのステッカーです。最近はね、持ち歩けてなかったんだけど、またね、持ち歩こうと思います。ぜひ声かけてください。このね、無印で買った収納にアクセサリー類入れてます。時計でしょ。で、ここにたまごっちのリングとか、あとピアスとか、全員が全員ね、お家が決まってるわけじゃないんですけど、割と種類別に分けれてるかなって感じです。もうほんとこだわりがなくてですね、手前がディオールで、これがアンミルです。Choose Happiness って書いてあって、幸せを選ぼうって書いてあります。このリングをつけた手で幸せを選んでいこうっていう意味です。可愛くない？で、1段目が終わりで、下がネックレス類ですね。ここに入らないのは洗面台のね、横とかにこうやってフックでかけちゃったりとかしてます。ディオールのね、ヴィンテージが多かったりしますね。で、ここが終わり。あとはね、ここに書類でしょ。で、あとパジャマ。あとここにはちょっとした本だったりが入ってて、ここにもちょっとした細々した雑貨が入ってたり、ここのブースとここにはね、パジャマが入ってます。こんな感じ。めっちゃ雑でしょ。はい、こういう感じでパジャマが入ってて、毎日ここから選んでるっていう感じです。ここにあるファンレターがルフィズのみんなが送ってくれたやつです。夜寝る前に見たりとかするんで、はい、ここに置いてたりします。こういうね、手作りのね、本とかね、作ってくれるのめっちゃすごいよね。みんなありがとうございます。ほんとね、私の手元に届いてます。ありがとうございます。キャンドルです。すごいね、大きいんだけど、焚き火の音がするキャンドルで、夜ね、つけるのにハマってます。パチ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 って言うんですよ。かわいいよ。でね、これを敷いてるクッションがこのクリスチャン・ディオール・パリスって書いてあるんだけど、なんかね、香水か何か買った時についてきたクッションで、それをね、使ってます。こうやってなんかちょっと古風な感じになるんだけど。で、動画で作ったレゴブロックです。あ、取れちゃった。あ、また取れた。こんな感じでベッドの横に飾ってます。前の家からあるね、この間接照明は IKEA で購入しました。銀幕ローラーみたいのがあります。で、いつもね、ここからベッドに上がるっていう感じなんですけど、これがいつもミルが着てる冬用のパジャマで、掛け布団と羽毛布団。これは無印良品のもちもちした素材のやつです。奥にはね、本があって、で、隣にはね、帽子があります。上には、ルナ好きなエビフライの尻尾のぬいぐるみと、あとはね、カルナさんっていうイラストレーターさんのね、ポップアップに行った時に買わせていただいた絵ですね。めっちゃ可愛いよね、これ。なんかカスタムして女の子が完成するみたいな感じの絵なんですけど、その隣がね、なんかちょっとね、どこで買ったか忘れちゃったんだけど、このフェイクブック、上にディオールでね、ネックレス買った時についてきたボックスを飾ってます。ちょっと見てもらうとわかるんですけど、ここ背景が緑色じゃないですか。このベッドを買って数年経ったね、中学高校ぐらいの時に100均で買ったね、壁紙を貼ってちょっとかっこよくしました。もともとはね、黄緑になってます。その当時の自分すごい行動力あるなって思いました。で、これがね、旅行行く時に使うキャリーケースなんですけど、もうしまうところがなくて、もうこうやってやるしかないみたいな感じです。このキャリーケースは楽天で購入したものです。こうやってやるとドリンクホルダーが出るよみたいな感じのやつ。網使わなかった。ベッドが終わったら、ここですね。よく動画にも出てくるんですけど、食器棚になります。食器入れてるので、こういうガラスがね、ついてるやつだと、ホコリが被らないのでめっちゃおすすめです。1、2、3、
4段めちゃめちゃ入ります。特に収納にこだわりはないんですけど、自分がねどこにあるかだけ分かるようにはしてます。見て、みんなびっくりじゃない？これ全部アンミルプレートなの。全部で何枚あるんだろうって。12枚あります。アンミルプレート。これはもう永遠重宝するアイテムです。上にマグだったり、ベースのお皿、あとマグカップでしょ。あと下にはお菓子作りしたりする時のボウルが入ってます。パッと見こんな感じです。でね、最近この上のブースがひっちゃかめっちゃかになり始めたんですけど、なんかね、動画で使うね、材料とかがね、家に溢れることが多いんですよ。今度作ろうと思っているボンボンショコラの型がね、たくさん届いたので、ここにね、収納してます。ボンボンショコラの型はこんな感じでサランラップ巻いて、ホコリが被らないようにしてます。パティスリーで働いてる子、よく見る光景だと思います。あとね、シリコン型とかはホコリついちゃうとね、取りにくいので、こんな感じでジップロックに入れて保管してます。でもこんなもんかな。半世紀前ぐらいにね、アンミルで発売していたプレートなんですけど、いつもお菓子作りするときね、これ敷いて作ってます。よくご質問いただくこととしては、ここに置いているもの、ほこりかぶらないんですかみたいな感じでご質問いただくんですけど、ここにあるものはだいたい水拭きするか、ちょっと洗ってから使ったりしてます。私もね、ちょっとここのほこりは気になるので、そんな感じで配慮してます。で、この食器棚のね、横にあったこのやつなんだっていう話なんですけど、これは全部ケーキボックスです。こういうビニール自分で買って袋に入れてっていう感じでやったりしてます。で、この食器棚を抜けて、ここですね。私がいつもお菓子作りしている場所です。結構ね、ごちゃごちゃしちゃってるんだけど、お菓子作りしてない時はね、こんな感じで材料を置いたりしてます。これが中学生の時にフライングタイガーとかで買ったのかな。もうちょっとべっこべこなんだけど、これとかもお気に入りなので実家から持ってきています。あとはこんな感じで動画に使いたいなって思うお菓子とか、ダルゴナトッピングとかっていうのをこういうところに置いてる。この下にクッキー型だったりが入ってるんですけど、別の動画でね載せているので、ここね詳しく見たい方は飛んでいただけたらなと思います。次がこのデスク周りですね。部屋の一番端にあるブースで、ここもねよく YouTube に載った時にデスクツアーしてほしいですって言っていただける場所になります。このね板は IKEA で購入したものです。つける時に穴開いちゃうので、賃貸でも大丈夫みたいな針金、画鋲を使ってつけてます。こんな感じでレシピ本があったり、私の大好きなねティーナ・ジョジュンの展示会に行った時にもらったお水の殻だったり、アンミルの担当さんからいただいたバービーの箱が可愛くてそのまま飾ったりしてます。ちょっと隠れちゃってるけど。で、これが友達からもらったプレゼントの箱ですね。でね、年々パンパンになってくるこのブースなんですけど、ここはね、結構思い出の場所になります。ドクターマーチンの紐が余ってたんで、そのドクターマーチンの紐を吊るして、ヘッドホン吊るしてたりとか、マスキングテープこうやって吊るしたりしてる。この M&M's はずっと前にグアムに行った時にね、こうやってちょっとやると M&M's がね、ここの穴から出てくるやつで、そうお気に入りすぎて、小さい頃グアム行って2個買ってもらったやつです。結構お気に入りゾーンです。ここを抜けて下になります。お財布と AirPods はね、もう常に持ち歩いたりとか、家出る時にすぐあってほしいんで、いつもここら辺にポンって置いたりしてます。もうここが意味わかんないぐらいぐちゃぐちゃなんですけど、もうあんまりこういうぐちゃぐちゃも気にならないタイプで、これはねもう2年前ぐらいに買ったキティちゃんの飴がもう死にかけになってるやつ特に紹介するものもないなっていう感じ。全部100均とかで揃うやつかな。ラムネのガチャガチャがあったり、沖縄行った時に買ったニモのオブジェみたいなやつも超可愛くない？私ニモ大好きなのね。だから買っちゃいました。こうやってコインガチャって入れて回すとラムネ出てくる。多分賞味期限切れてるこの鏡は IKEA で購入した一番安いやつです。こういう感じの、ね、L 字になってて場所も取らないしいいなっていうことで使ってます。で、この裏には無印良品で購入したウェットティッシュケース使ってる。やってヤッホーって生きてます。この隣が私の仕事で使うブースです。で、これが MacBook。この使ってないキーボードでしょ。姿勢悪くなっちゃうんでたまにこれ使ったりしてます。これが iPad Air です。見るのは第5世代の iPad Air を使ってます。これね、あることによってね、だいぶ人生が明るくなった。ここには、ね、前使ってたパソコンがあります。重いものをね立てかけても倒れないこのスタンドめっちゃいいです。このねスタンドと一緒に買いました。じゃーんと開けると右側から
こんな感じになってます。ごちゃ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 って感じ今はもう使ってないカラコンたちがバーってあります。定期便でカラコンをやってて、で使わないのにもう止めるのも忘れてっていう、もう悪循環でもうずっと溜まっていっちゃいました。悲しい、もったいないよね、これもう使ってないのにと思って。ここが私のメイクコーナーですね。もうこれ以外メイク道具はないです。ここのブースがリップとか全部入れてるところで、ここが目薬とかピンを入れてます。ここがベースメイク系で、下地とかはディオールで、これがイニスフリーとかで、こっちがペンシル系ですね。ここの幅にぴったりなので入れてます。ここがアイシャドウ、ハイライト、シェーディング、チークとか全部入ってる。使用期限とか見ないで、もう使い終わるまでずっと使っちゃってるって感じですね。コスメとか新しいのあんま興味なくて、もう当分買ってない。今日はちょっと品切れになっちゃったんだけど、ここにいつも箱ティッシュを入れてて、メイクした時に汚れたらすぐポンって取れるようにしてる。こんな感じでメイクブラシが全部入ってて、これはディオールでコスメ買った時におまけでついてきたやつを愛用してるって感じ。ここにはコテ2本が入ってたり、スケジュール帳が入ってたり、ここにメイクポーチが入ってたりします。生科学生の時はここに教材とか入れてたんだけど、社会人になってからはメイク道具とかごまごましたものを入れるようにしてます。このケースはこの机と一緒に買った IKEA のものになります。たくさんご質問いただいていたこのデスクチェアですね。このデスクチェアも IKEA で購入しました。新しくね、家具を揃えた時の今年のカラーが、さっきも言ったんですけど、ベージュとグリーンとアプリコットカラーだったので、デスクのここがね、アプリコットやつにしました。で、ここね、めちゃめちゃ汚れてます。ちなみに手の汚れだと思います。ちょっと不潔でごめんねでもこっちはなってないんだよね。こんな感じの椅子でいつも生きてますラストがここにエアコンのリモコンと、あとは電気のやつが入ってて、このね収納はもう有名だと思うんですけど、 IKEA で購入したものです。で、この上を開けるとウェットティッシュが入ってます。信じられないほどのウェットティッシュが入ってます。なんか私ウェットティッシュが家にいっぱいないと結構不安になっちゃうの、なんか知んないけどもう当分困らないぐらいのウェットティッシュを入れてます。本当はあと1、2、3個ぐらいあった方が心的には安心こういう意味わからない趣味は隠す。2段目はね、スプレー系とか、あと日焼け止めとかが全部入ってます。こんな感じ。机でメイクしてる時にゴミとかが出たらここで捨てるって感じ。このさ、ゴミ箱めっちゃ可愛くない？これね、なんかどっかの動画でもね、前言ったことあるんだけど、これ小学生ぐらいから使ってる100均のやつで、もうこのゴミ箱を持ってね、3回引っ越しが終わってますもうね、どの場面に行ってもね、絶対に持ってきてる。ディオールでコスメ買った時にもらったやつなんですけど、めっちゃ可愛いよね。ちなみにこういうサプリは飲み続けることできないんで、当分飲んでないですで、下は紹介するまでもないんだけど、なんか折りたたみ傘とか、フランフランで買った持ち運び用のコテとか、この中にはレターセットとか入ってます。で、いつもこんな感じでデスクの隣に置いてあるって感じ。このね、幅がね、ぴったりでね、いい感じこの収納の端にはね、ちょっと段差があるんだけど、ここにはクイックルワイパーがあったり、こういうね、トラベルバッグがあったり、私のお母さんがね、一緒に出かけた時に買ってくれたパソコンケースです。新宿にあるノスタルジカっていうブランドがめちゃめちゃ可愛くて、皆さんもぜひ行ってみてください。めっちゃ可愛いですよ。で、これがね、私がよく見てるプロジェクターなんですけど、ワンボっていう名前のやつです。これが今後発表するアンミルの筆箱ですね。また改めてご報告させていただきたいなと思ってます。Missing someone. Love without you. 私の部屋はどうだったでしょうか今日はキッチンとかお風呂とか洗面所はね紹介しなかったんですけど、メインで生きてる部屋だけの紹介になります。もうずっと堅くなにルームツアーはしないよって言ってきたんですけど、家を更新した段階で家具を全部変えようとなって、でこの家具がなくなってしまう前に最後にルームツアーしようかなっていうことで今回撮らせていただきました。ルームメイクオーバー的なね、その部屋を作っていくよっていうみたいな動画また別で投稿させていただきたいなと思います。新しいベッドにもするし、新しいソファーにもするので、これからね私のお家作り楽しみにしていてくれたら嬉しいです。今日は最後まで見ていただき本当にありがとうございました。参考になったら嬉しいですまたねー。 카리스마 넘쳐 너의 움직임 우리 잘 맞는 것 같아 Girl, kinda seem like we got chemistry, same energy I can see us make history 빙빙
돌아가듯이 You are goddess like Venus, I be orbiting